それねこれ、今3対1の状況だけど、これ2対2の練習です、2対2。で、多分やったことある人いるかもしれないけど、ここの選手はディフェンスね。これはディフェンス革命。ここのスタートはディフェンス。ボール持って入ってきて。まず真ん中の選手にこの選手はパス出します。で、真ん中の選手はどっちかの選手に、できればダイレクト。で、どっちか出して。で、ボール受けた選手はオフェンスになります。これ蹴った時どっちか出してとりあえず。ダイレクトで。そうなると、稲田と新次がこれ仲間。なのでこうディフェンス、ディフェンス。OK？ で、これで2対2をします。なので片っぽのディフェンスはちょっと遠い位置からスタートになるから。OK？ で、もちろんゴール決めたら押します。今ちょっとキーパーないけど、後でちょっとキーパーつけます。今回はですね、このトレーニングだけではなく、すべてのトレーニングをおいて大切な考え方をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。そこを理解すると、当チャンネルをより楽しむことができるようになるかと思います。このトレーニングは2対2ですが、2対1の攻略を理解する必要があります。そのためには先月公開した2対1の練習を行っておくことが必要です。そこでプレーの選択肢や判断の基準、個人戦術の部分を伝えていきましょう。これは先日の動画の一部となります。まずボールを縦に動かすパラレラ。そしてボールを横に動かすワンツー。この縦と横に動かす選択肢を常に意識できるかがポイントです。この練習も2対2ですが、攻略の鍵は2対1の段階で決まっています。正しい立ち位置で正しい判断ができると 100% 突破は可能です。成功しないのは立ち位置が違っていたり、判断のスピードが遅いことが原因です。いい位置が取れて、いい判断ができると、ディフェンスはボールに触れることはできません。良いポジショニングと判断で、ゴールまで運べた成功例を見てみましょう。ヤマトサポート、どうする？オッケー。ナイス、はい、決めよう。オッケー、いいね。今いい崩しね。そして、いい攻撃ができるようになったら、次にディフェンスを育てる必要があります。ディフェンスのポジショニングについて、次は指導しているシーンを見てみましょう。このディフェンスが、ただゴールにこうやって戻っていってるだけの人はいっぱいいるんだけど、ボールは向こうにあるんだから、この選手は絞って中に入っていかないと、何も役割できない。ただゴールに戻ってたら、ここで2対作られてる。今この選手がいないから、言うとちょっとじゃあボールちょっとだけ近づいて。これで今2対1の状況できてるの分かる？で、こうすると、さっきやった練習を思い出して、ディフェンスの同じ高さに入れば、ワンツーもあるし、まず前に抜ければ、これパラレラ、縦でこれもできるな。で、こうなるとこのディフェンス1人でこの2人相手なかなか難しい。なので、遠い選手と今、後期は、ここでこの選手の対してついていってあげないといけない。OK？ じゃあ始まったら、はい、じゃあサポートいくけど、絶対ここまで戻ってあげる。OK？ 一回集合して。OK？ あとちょっと続きするけど、いい？この練習は、まずオフェンスがワンツーかパラレラ、今コーチは2つに絞っての攻略の仕方。実際の試合だったらもっといろんなことあるよね。だけど今はこの2つどっちか使えば基本的には勝てる。いい？で、始まった時には2対1の状況よね。だからその2対1をうまく早めに仕掛けてゴールまで行ってほしい。時間かければさ、ディフェンスの遠い選手が戻ってきて2対2になる。どっちが攻めやすいか分かるよね。で、はい。はい。はい、オッケー、ナイス、オッケー、ナイス、ナイス、次。ヤマトどこ入る？はい、ナイスキーパー。ワンツー。いやー、まだあるよ。キーパー。オッケー。オッケー。ほら、ワックのディフェンス1個遅いんだよ。はい、ナイス。中取れ。オッケー、いやー、ちょっと入りすぎたね。はい、直樹絞れ。オッケー。グッド。いやー、オッケー、ナイス。本日はこれで終わりではありません。最後にトレーニングの考え方をお伝えしたいなと思います。これは全てのトレーニングに共通することですので、当クラブの指導メソッドの軸になるものです。トレーニングはパズルのピースだということです。一つ一つの練習メニューには意味があります。しかし、それらが複数組み合わせることで見えてくるものがあるということを理解してください。
パズルは作り始めた段階が一番難しいですよね。ある程度ピースが埋まってきて完成に近づくと、イメージができているので、簡単になっていきます。これはトレーニングも一緒なんですよね。子供たちも習い始めた時は、まだ完成の絵というものは見えていません。トレーニングというピースを渡して、知識と技術を埋めていくことで、少しずつ完成する絵が見えていきます。だからこそ、今回の動画の練習のように、一つ一つで成立していたメニューでも、組み合わせることで、より精度は上がります。そうやって、過去の動画を見返していただけると、なるほどと思えることがあるかもしれません。皆さんに毎週提供している練習メニューは、ピースの一かけらだということなんです。つまり、完成させるには、それらを組み合わせて、試合の絵に近づけていくことが必要です。しかし、これは、年齢、経験、環境で速さが異なります。だから指導者の力が必要です。どうすれば子供たちに完成の絵をイメージさせることができるのか。そこを突き詰めていくと、トレーニングを作るヒントになるのではないでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ソルーナの伊藤でした。